にちは。こんにちは。一郎です、はい、今回はアルファードのはい新しいエアロできたので取り付けてみたいと思います。新しいエアロはこれ。さあ封を開けますね。お願いします。よし、これが新しいアルファード用のフロントリップエアロです。で、塗装済みで買うと、はい、もうこうやって両面テープとゴムモールが貼られた状態になってる。本当だ。よし、じゃあまずフィッティング確認ね。はい。この一緒にこう上上げていくから、はい、こうやって上げていってほしいのね。はい、いくよ。はい。さあ、指挟まない。おお、そう簡単でしょ。まあまあはいね。でもこれ多分一人でもつけたいなっていう人多いかもしれないので、ちょっと一人でつけるコツをやってみたいと思います。よし、はいはい、それで真ん中から落ちてこないように。よし、ね、これで傷ねつかへんよね、これでガッて、よし、お外してから、よいしょ、これまずね、まあ、フィッティング確認と、はい、あともう一つね、両面テープがこことこことここについてるんだけども、はい、これパックプライマー、はい、これ何かっていうと両面テープの付きを良くするやつ。これを塗るのね、ところがこれ塗るともうこれ表面を浮かしちゃうの。あ、そうなんですか。もう例えばこのとこビーってやったらもうあと残る、つまりこの辺両面テープだなー言ってこれ外してエアつける前に、この辺だー言ってこう何もせずにそのままって塗っちゃうとオーバーしたところがこれあと残っちゃって、うわ汚れが油分があるとどうしても付きが悪い。はい、だから油分を完全に落とすためにこうシリコンオフとかね、これもホームセンターとかカー用品店に行くと売っとるんだけど、そのシリコンオフをシューッと吹きつけて、でこういうところを拭いていく。だから、どこに両面テープつくかっていうのもあらかじめこう実際にエアロをつけて見ておかないと、そうですね。でも外したらどっかわかんないくなっちゃうので、ここでマスキングテープ、お、なるほど。両面テープはここよりもさらに下だから、こう測っとく。5ミリは下だね。これも大体ここから5ミリ下よね。はい。で次はここ隙間ができるようにわざとしたのね。はい。なんでかっていうと車両個体差って言って、はい。車によってはこれが手前に来とったり奥にへっこんどったりする。そんなことあるんですか。そう、あるもう全然ある。だからあまりにもぴったりでつけちゃうと、一体型のパーツだったらいいんだけど、これ別パーツなの。このパーツにこれが後からついてるみたいな感じだから、つけとる位置が変わる可能性がある。つまり今この車にはぴったりでも他の車はここがもっとこう来とったらこれ手前になったら浮いちゃうのね。だからある程度そういうのを見込んで少しここはわざと隙間できるようにしちゃう。まあこれちょっとやりすぎだけど、まあこれぐらい。でブッて無理やりやればこうつくけど、基本はちょっとね隙をできるようにわざと作ってる。ただここはボディ同色だからあんまり目立たない。むしろフィッティングを良くするためにここはあえて隙間を作っとく方がいい。で隙間って何でもかんでも悪じゃないのね。例えばこんなに隙間ある。あ、そうですよね。ボンネットと、ね、これでこういうこれもう純正バンパーでもこんなに隙間ある。ありますね。じゃあこの隙間はこんなの隙間じゃんって誰も言わないのは純正でこうだから誰も文句言わないよね。そうですよね。でもこれ社外だったら「お隙間でいっとるぞ」でもこの隙間もこれ夏になると膨張してこうお互いくっつこうとして、冬になるとこういうふうな高速道路なんかもつながっとる部分ってこういう鉄のやつってさ、ピタッとくっついてない。こうちょっと隙間できとる。あ、そうなんだ。で夏になると膨張するもんでこうなる、で冬になるとこう収縮するもんでわざとこの高速道路のつなぎ目も隙間作ってる。でそうしないとピタッだったら多分膨張して盛り上がってもう道路こんななるほど、だからちゃんとそこは考えていい隙間と悪い隙間があるから、ここはいい隙間、で
まあ、こういうところも全部そうなの。若干の隙間を作っとるのはみんなそういうこと。そうしないとこいつが膨張した時にもうおかしくなっちゃう。だからここはここの際までパックプライマー塗っちゃダメよ。よし、これよりも大体5ミリ、下のところに両面テープがつくいうことで、さらに5ミリ下に、まあここミリやな、いいか。1センチだからね。これ1センチだな。あ、じゃあここに貼って揃えばここ1センチだ。これちっちゃい。食っちゃうよこれ。あ、すごい変なシーナみたいな匂いするでしょ。でこれをこうやって塗っていくんだけどこれでここの両面テープがつくところの脱脂、まあ、つまり油分とか汚れを取ることができました、でこの状態でエアロをつけちゃうとマスキングテープが外れないから、そっか。エアロを取り付ける前に必ずこれは剥がしておきましょう。はい。よし、なんかずっとなんかエアロついてるの見てると本当も物足りないですね。物足りないね。寂しい感じ。寂しい感じですね。はい。これ今ね、もともとエアロがこうなんだけど、はい。これをひっくり返した状態。はい。このひっくり返した状態のところにこれ両面テープ全部見えるんだけども、はい。これを全部めくっちゃうと、ちょっとでもずれるともう取れなくなるから、はい、一部分だけめくるのね。はい。一部分だけめくるっていうのはこうやって一部分だけめくる。ところが、この状態だとつけとる時にピローンってこうなっちゃったらさ、戻っちゃったらもうこれめくれんもんで、これが戻ってこないようにこれを裏側に裏側が、まあ、表側にしてマスキングテープでこうやってね固定しとく。こうやってそうするとこれ戻ってこないじゃん。これ自分でつける人も結構いるんですか？エアロは基本ショップがつけるっていう、今まではね、そういうのなんだけど、うちが狙ってたのは塗装済みをして届いたら自分でつけれるっていう、そういうのを目指したいなと思って、極力取り付けしやすいように設計してる。なるほど。だから今回もすごい簡単だったじゃん。で通常エアロって車に色を塗る前に合わせて、合わないところちぎ合わせって言って合わんところを調整するのを削ったり。あ、そうなんですか。そうで、入らんから削るとか、そういう加工をしてから色を塗るっていうのが、まあ、セオリーだったんだけども、なるべくそういうのをしないで、塗装済みで簡単につけれるじゃんやっぱり、でその方が工賃も抑えられるから、なるべくフィッティングがいいように。これもうこの借りものすごいお金かかった作るの。なるほど。はい、これエアロのね底のステーをこんなやつ、結構しっかりしようね。この穴は初めから開いてるから、こうじゃなくてこうじゃなくて大体平行になるぐらいで締めとくと、その純正の穴位置に大抵合うと。ワクワクするな結構楽しいんだよねこういう時。あとこれね、ここにも両面テープある。あ、そうなんですか。これね、実はこのエアロって、あんまり下方向を伸ばしてないのね、でこうかぶした時にもうほとんどエアロがここにおるの。つまりここも両面テープ固定ができる。おお、下からもつけられるんです。そうで、それすることによってこっちがドリル打たなくなる。普通ここもし純正バンパーよりも下にバーンと伸びとるエアロだとすると、ここ両面テープとまとったってここ何もなかったらグラグラするじゃん。グラグラしないようにここからドリルのビスを打つ。エアロのね、そう、ここドリルのビスを打つ、でもそうすると純正バンパー穴開けちゃうじゃん、でドリルがない人両つけんよ。そうですね。そうだから例えば駐車場、月決め駐車場にコンセントも何もないところでドリル使えないからだからここの下の両面テープが使えるっていうのはものすごく魅力的、でそのためにこれ両面テープ、まあこのぐらいをこっち側に貼っとくと、そうするとこの純正バンパーにしっかり固定される。ここはバックプライマーいる。あ、そうか。めくって裏側でマスキングテープをつけとく。よし、固定して傷防止を出して広げて、でこの時にこのゴムモールがこうなるとダメなのね。押されてこうなるの、
こういう時はなるべく上から下に下げるようにやるとこれ綺麗にいくの。これね途中で切れたら最悪。そんなことあるんですか？あるだからなるべく根元持ってゆっくりゆっくり。これここがまだついてないからさ浮かせれるじゃん。ほんなら浮かした方がこいつは取りやすいよね。この指でこう押しとるのは両面テープの接着をねしっかりよくさせるために。よし、でよし、はい、で最後に、ここのつて間にかましてあげて固定すると。ここ本当純正の高さだけどもうほとんど高さ変わってない。だからステーもほとんどまっすぐみたいな。はい。うん、だから実用性がすごくいいと。よし、できた。ああ、かっこいいですね。できたー。できた。はい、できました。はい。取り付け完了です。はい、でうちのこのエアロ、はい、いいところ、まずフィッティングがいい、もうさっきのね取り付けのこう工程も見てもらって分かると思うんだけど、はい、もうすごく簡単に取り付けができます。そうですね。でそれだけじゃなくて、はい、もうエアロの高さがね、ここの高さとかここの高さとか、純正からそんなにこう下がってないんです。下がってない。で下がってないっていうことはつまり実用性、こうエアロがこうぶつかっちゃったとか地面吸っちゃったっていうことがないように、あんまり下方向に伸ばしてないので、実用性も高い。はい、でそれと、はい、このうちのエアロのもう一ついいところは、はい、これね純正と高さがそんなに変わらない、はい、ってことはフロントのリップだけつけてサイドをつけなくったって合うのね。ああ、なるほど。全部そうじゃなくていいんだ。そう、まあみんな予算ってバラバラじゃない。はい、まあ全部巻きたいよっていう人もおれば、もういやフロントだけとかね、フロントとリアだけとか、そういう人がおると思うんだけど、そう大きいアロの場合、フロントだけつけちゃうと、ここがバーンともう大きくなっちゃう。サイドの方が上上がってるから、全体のバランスが崩れちゃうね。だからフロント大きいのつけるとサイドもリアもってなるんだけど、これフロントせっかちじゃないから、もうフロントバンパーとここなんて高さ変わってないので、つまり純正のほらサイドと合ってるよね。そうですね。そうつまりサイドつけなくても大丈夫、フロントだけでもいいっていう、そういうメリットもあります。はい。